皆様、本日はこちらのナスと厚揚げをメインに、ナスと厚揚げの中華風な煮浸し作っていきたいと思います。で、煮浸しなんでね、冷やして食べるのが当たり前というかね、常備菜的な感じで作ってくれていいんですけれども、出来たての状態でもすごい美味しいし、今回はつゆをね、そうめんのつゆとしてね、一緒に食べようかなと思っております。はい、ではやっていきます。で、用意してほしいのは、ナスと厚揚げが基本。で、今回はちょっと夏野菜っぽいのを入れたくて、それが、今夏野菜が言いたくて夏が出たんですけど、このオクラ。あとやっぱりね、少しはお肉が欲しいかなと思ったんで、鶏もも肉を1枚用意しております。じゃあ、それでやっていきます。まず、ナス。ヘタを落とします。はい。そしたら、ナスは、まず一回縦半分にカットして、やっとナスってわかるね。色合いで。ナス。そしたら、ちょっとね、面倒かもしれないんですけれども、この身の部分に、ちょっと隠し包丁みたいな感じで、斜めに切れ込み入れといてあげてください。これするとね、味が染みやすくなって、火も通るも早くなるんで、時短になります。こんな感じで、わかるかな？斜めにね。はい。じゃあ、ナス全部ね、切れ込み入れたら、あとは、適当な大きさにカット。食べやすい大きさにね。で、できればこの切れ込みに、垂直な感じで切った方がせっかく切れ込み入れたんだし、みたいなとこあるよね。よいしょ。でも特に気にせずに、一口大にカットしてあげてください。で、ナス一口大にカットが終わったら、ちょっと他の材料のカットもあるので、ちょっとボウルに入れて水にさらしときます。変色を防ぐためですね。じゃあ、ナスはこんな感じで、ちょっと水にさらしときます。お次は、オクラ。オクラ。で、僕はもう板ずり。ここちょっとめんどくさいんで、もうこのネットの上に、塩、パーってやって、このネットごと、ちょっとゴリゴリっとやって、軽くこのね、産毛を取りたいと思います。ちょっとシンクの上でやるね。じゃあ、板ずりして、ちょっと水洗いしたオクラ。そしたらちょっとヘタは落として、もうね、丸ごと綺麗に食べれるように。オクラは、ちょっと切れ込み入れてあげといてください。今回破裂するようなことはないんですけども、味がね、中に染み込みやすくなるので、1箇所2箇所、オクラに切れ込みを入れて、ちょっとね、一手間なんだけど、この方がね、味が染みて美味しいので。はい、OK。じゃあ、オクラの処理は終了。で、お次は、先にニンニクやっちゃおうか。今回ニンニク2かけ用意してるんだけど、1かけはすごいでかい。ちょっと芽が出てるから、この芽だけは取り除いて、そしたらニンニクはちょっと潰しちゃいます。よいしょ。ニンニクは適当にこうやって潰してあげといてください。あとは、厚揚げ。これはもう4等分とかでいいです。ちょっと大きめの方がいい。4等分から6等分ぐらいで。6等分だとこの大きさですね。4等分だとこんな感じで。お任せです。はい、じゃあ厚揚げカット終了。じゃあ最後、鶏肉。やっぱりね、ちょっと食べ応えが欲しかったんで、今回は鶏もも肉を使おうと思ってるんだけど、お肉とかがなくても十分美味しいです。ただ今回は使います。でも皮ごとそのまんまでいいので、一口大に。あとタレの中にね、お肉の旨味とかも出したいので、入れた方がより美味しいかなという思います。じゃあこんな感じで厚揚げ、オクラ、ニンニク、ナスと鶏肉準備完了したら火にかけていきます。では、フライパンに、それぞれね、一応ね、最初に焼いてからつけようと思うんだけど、この油揚げからやろうかなと。油揚げじゃない。厚揚げ。で、この厚揚げ使うと、表面結構ね、油がまだあるんで、今回油抜きしないので、この油を使って残りのものも十分かなっていう感じで。余計な油を追加しないようにしたいと思います。ただくっつくのが心配な方は最初少しだけね、サラダ油、米油、そこら辺のを引いてあげても大丈夫。いつも料理作ってる時言うんですけど、僕はもう焦げ目が大好きなんで、まず厚揚げを適度に焦がします。プラス、ちょっと熱を入れて油をね、出していきたいと思います。でも火は僕はもう強火で一気にカリッとやろうかなと。今回はもう基本的には焦げ目をつけて、結局煮浸しにして、表面までへにゃっちゃうので、カリカリにしようっていう意識じゃなくて、もう焦げ目をつけようっていう感じで大丈夫。じゃあちょっとひっくり返してみますか。
こんな感じ。わかるかな？まだここまで、すんごい焦げ目って感じではないけど、まあ、でも表面は多分カリッとしてる感じかな。はい。じゃあこんな感じで、とりあえず厚揚げは、これくらいカリッと仕上がったら一旦取り出しておきます。わかるかな？フライパンでこんな感じだと油が出たので、この油を利用して鶏肉も皮面から入れていきます。やっぱ皮面からね、しっかり油も出るので。で、鶏肉はもう7、8割方ね、しっかり火を通して。で、あとこの後ナスとオクラも一緒に炒めるので、7、8割方火が入ったらもう取り出しといて、あとは余熱でね、中まで火を入れたら十分かなって感じです。じゃあ鶏肉もいい感じに火が入ったら、こちらも一旦取り出しておきます。このフライパンに出た油、余計な油はちょっと取っちゃいます。今回はね、できるだけ油は取り除きたくて、熱々を食べても美味しいんですけど、やっぱ冷やして食べるとね、ちょっと油があると違和感があるというかね、その感じ感じちゃうと思うので、で、あとプラスね、ごま油を入れるので、あんまり油っこい感じにしちゃうと、不都合いかなと思います。そしたら、最後、ここにナス。ナスも焼き色。ナスもここでいい感じに焼き色をつけてあげてください。で、ナスに適度に焦げ目が入ったら、ここでもオクラも一回入れちゃいます。で、オクラはね、別に生でも食べれるので、軽く火を通す感じで大丈夫です。いいかな。じゃあ一旦全部取り出して。特にね、オクラはあんまり火を通しすぎない方が食感が生きるので、そんなに火を通さなくて大丈夫。はい、じゃあ最後、煮浸しっていうぐらいなんでね、つけるね、煮汁を作りたいと思います。まずお水。今500入れて、もう300の800入れてください。今回の量だとね。お水を800。丸鶏ガラスープ。鶏ガラスープの素を大さじ 1.5 杯ぐらい。1。大さじ1ともう半量。で、潰したニンニクももう入れちゃって、はい、火にかけていきます。で、ここにチューブでいいので、生姜は少々。小さじ1杯ほど。生姜。で、ここにお醤油を大さじ3杯。みりんは大さじ2杯。で、あとここにお酒を大さじ1杯ほど、もしあれば紹興酒でちょっと中華感出したくて紹興酒にします。普通の調理酒で大丈夫です。オイスターソース。こちら大さじ1杯ほど。はい、オイスターソース。で、お砂糖。お砂糖は小さじ2杯ぐらいで。甘いのが好きな方はね、もうちょっとお砂糖入れても大丈夫。この辺はお好みです。で、ちょっとアルコールが飛ぶまで一煮立ちさせて、ちょっと味見して塩気を確認します。もうちょっとやっぱ塩気は欲しいので、ここにお塩。これ皆さんのね、お好みの塩分量になるまで。でね、気持ちちょっと濃いめぐらいに作るのがいいですね。で、冷えてもうちょっと濃くなって、それぐらいでちょうどいいみたいな感じで。ここに先ほどの出していたものをどんどん入れていきます。この後にね、ナスとかオクラとか、そういう系のものを入れていくと、ちょっとやっぱ水分が出るので、ちょっと味が薄くなるから、この最初の味見した段階でちょっと濃いめぐらいにしといた方がちょうどいいです。じゃあ、2分ほど煮込んだら、もう火を止めて、最後ここにごま油を大さじ2杯ほどグリッと回して、いりごま。仕上げにかけても美味しいんだけどね。じゃあ、あとはこの感じで冷ましていくんだけど、今ちょっと味見した感じ、やっぱりちょっと野菜が入るとちょっと薄いかなと思ったんで、一応ね、ここにさらにもう一杯、もう醤油を大さじ1杯入れます。甘みをね、もうちょっとはっきり感じたかったんで、もう小さじ1杯分のお砂糖入れます。はい、じゃあ小さじ1杯追加します。で、あとはちょっと常温まで冷めたらタッパーとかに入れて、冷蔵庫で冷やして、最低でも3、4時間ぐらいはしっかりと冷やしてあげた方がより味が染みて、あとね、味もね、濃く感じると思うので、じゃあ基本的にこちらで完成です。じゃあちょっと冷やしときます。では、こちら、ちょっとね、一晩というか、ほぼ1日冷蔵庫で冷やしたんで、この状態だと本当にご飯にもぴったり合うし、おつまみというかさ、常備菜として食べてほしくて、もう十分味も染みて、ナスも食感もちゃんと残ってて美味しかったんで、このまんま、
まあ上から最後ね、ちょっと生姜とかのせてよりさっぱり食べるのもありですね。で、今回はちょっと僕そうめんで食べようと思ってるんだけど、このつゆね、飲んでみてくれたらわかると思うんだけど、そこまでめっちゃ濃いわけじゃないんですよ。ただ僕はこれにプラスお酢をちょっと入れて、あっさりさっぱり食べれるそうめんつゆにしようかなと。で、しゅうちゃんとかね、そうなんだけど、お酢がそこまで得意じゃない方は、ここにもうちょっとだけね、めんつゆとかを足してあげて、そうめんのつゆにしてくれればちょうど良くなると思いますので、そうやったらね、今回僕たちはご飯も用意して、そうめんも用意して、いろいろ食べようと思うんですけれども、こちらで、ナスと厚揚げの中華風煮浸し完成なので、あとはいろいろ用意して実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。どっちから行こうかな。やっぱご飯からいっちゃっていい？オッケー。あと生姜をね、上から。はい、乗せてくれてます。では、ナスからいいただきます。間違いない。やっぱこのあったかいものにこの冷えたこの煮浸しが本当に美味しいね。めっちゃ味染みてる。オクラもうまい。やっぱ鶏肉入れて正解だわ。でさ、やっぱ和風の煮浸しあるじゃん。あれももちろん美味しいんだけど、また全然違う。新しいわ。これはうまい。出た鳥肌。これはマジでご飯めっちゃ進むわ。鶏肉も本当に美味しい。やっぱこれからもっと暑くなってきてさ、食欲が薄れてる時とかにいいよね。しかも、ごま油入ってるんだけど全然くどくないです。そのごま油の風味とコクのおかげでより味に深みが出てるって感じがして、めっちゃうまい。オクラ食べた？めっちゃうまいよね。オクラはやばいよ、この味の染み方。食感も残ってる。やっぱ切れ込み入れたからね。いただきます。いただきます。もうなんか旨味の塊。ちょっと生姜入れよう。旨味がさ、もう結構すごい、もう野菜とか鶏肉とかの旨味がもう十分あるから、このおつゆだけ飲むとすごい美味しいよね。いや、これはすごい美味しいわ。生姜合う。これはうますぎる。ちょっとご飯もあるし、そうめんちょっと少なめでいいかと思ったけど、これはもうちょっと茹でてよかったな。めっちゃうまい。これね、こういう時にこういうのと一緒にね、食べちゃえばね。最高だわ。あと、食欲湧く理由が分かった。やっぱもう一つ、ニンニクだ。そう、ニンニクっていうね、そのがっつりした感じはないんだけど、この香るんだよね、食べた後に。その風味がね、また美味しいわ。やみつき。本当にオクラやばいね。オクラ、ナスも超絶うまいわ。全部ちゃんとまだ食感が残ってる感じだもんね。飲んでも美味しいもん。めっちゃ飲んでもうまい。本当にそれマジで無言で食べちゃうわ。めっちゃうまい。もう美味しいしか出てこないわ。厚揚げ1個食べていい？いいよ、全然。俺の1個しか入ってなくて味しみしみ。ということで、本日はですね、ナスと厚揚げの中華風煮浸しですね。おっこうちゃんに作っていただいたんですけども、まあね、僕たちのこの食べっぷりをね、見ていただければね、皆さんにもね、伝わってると思うんですけど、マジで、めちゃくちゃ美味しいです。ほんまに美味しい。ほんと、そうめんも、普通にやっぱりめんつゆで食べるのとかもう比較にならないぐらい旨味もしっかりしてるし、あとね、ごま油使ってるんだけど、
そのやっぱそれのおかげでコクが出てるんだけど、全くしつこくないんだよね。めちゃくちゃあっさり食べられる。だから、その生姜との相性もめちゃくちゃいいし、なんかちょうど和と中華のそのいいとこ取りをしてる感じがして、めちゃくちゃおすすめだなと思いました。で、あとは、このね、普通に具材でこのご飯食べるのは個人的にめちゃくちゃご飯進みます。はい、これは本当お子さんも大好きな味だと思うんで、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと思います。はい、お弁当に入れても絶対いいよね、本当に。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。バイバイ。